どうもこんにちは、川口のけです。今日は完成したウィスポークシューズの紹介をしたいと思います。ちょうど今納品待ちが4足ありますので、どんな靴に仕上がっているか紹介したいと思います。まずはこちらの靴です。4足中3足がちょっと今シューツリーを制作中で、こちらの1足だけシューツリーも終わって最後の仕上げの磨きも終わってます。この靴どんな靴かと言いますと、パッと見かなりおしゃれな印象がありますね。コンビの靴になってます。下の茶色い部分がイノシシ側です。イノシシ側の毛穴と脂肪管の表情があるのが分かると思います。そしてこっちの白い部分、白いっていうかナチュラル色ですね。ここがフランスネイ社のベガノカーフっていう革です。でデザインはロングウィングみたいな感じで、ここで一回下がってかかとまでウィングチップがずっと続いてます。そしてかかとはシームレスヒールになってます。このイノシシ側のパーツはぐるっと大きく取ってるんですが、継ぎ目を内側に持ってきてまして、外側は継ぎ目なくデザイン的にこう少し下がるんですが、内側はそのラインに合わせてカウンターパーツを下まで下げて革を継いでいます。でこの羽部分は穴飾りのないステッチのみのアデレードになってます。つま先は少し丸みを帯びたラウンド、すごく雰囲気のある靴ですね。これどんなパンツに合わせるかファッションに合わせるか、すごく合わせがいがあるというか、普通の茶色い靴に比べれば使いづらさっていうのはあると思うんですけど、だからこそその個性がね生きるというか、すごいおしゃれに履きそうな靴です。こちらの靴、これまた変わってます。アッパーの質感、表情がすごい独特なのが分かると思います。これまた先ほどと同じくイノシシ側なんですが、もともと黄色いイノシシ側を茶色に染めてます。なのでこの穴飾りのあたりとか脂肪管の奥がその元々の明るい色が少し残ってるんですよね。なのでこのイノシシ側の表情豊かな感じがさらに強調されて、かなり迫力のある雰囲気の靴になってます。デザインはフルブローグのアデレード、そして外はためをつけてて、このお客さんの要望としてはですね、アデレードって結構ドレッシーなイメージになりがちなので、それをいかにカジュアルな雰囲気に持っていくかみたいなオーダーだったので、革でカジュアルな感じ、武骨な感じで出しつつもソールはドレッシーに仕上げるというね、そういった靴になってます。次はこちらの靴。この靴は外羽のフルブログです。そして革はこれアノネのボカルっていうボックスカーフ使っています。こちらの靴、かっこよさと可愛さをどっちも欲しいということで、ドレスシューズですのでカチッとソールもこんな感じ、かなりエレガントです。なんですが、ちょっとこのデザインのラインだったり、あとこのですね、履き口にパイピングつけてるんですけど、このパイピングが革のカラーよりもワントーン明るいカラーつけてるんですね。これによってなんとなくちょっと可愛らしさも出てるかなと思います。つま先はですね、ちょっとボリューム感がありますね。こういったドレス系の靴、シャープに作ってもいいんですけど、少しこうやって丸み持たせると可愛さというか親しみやすさも生まれてきて、あまりドレスシューズなんだけどカチッとしすぎないみたいな、そういった印象もトーシェイプ一つとっても結構ね、そういった違いが出てきます。こちらの靴はかなりシンプルなんですが、パンチドキャップとのダービーですね。外羽でここにストレートチップに穴飾りがついています。で革はイタリアゾンタ社というところのボックスカーフを使っています。少し赤みがかったボックスカーフで、若干ヴィンテージ感も漂うような色合いな気がします。そしてソールこんな感じの半カラス仕上げ、つま先には削り足の真鍮プレートをつけています。この靴のつま先はセミスクエアとですね、このセミスクエアっていうのがかなり好きで、丸みがありつつもスクエア、木型の時点で作るのちょっと難しいんですけど、こう靴になった時のこの革がこの形状になったらすごい立体感出るんですよね。見る角度によって結構表情がいろいろ変わるので、このセミスクエアは作っていて面白いつま先の一つですね。今回真鍮プレートをあえてピカピカにせず、ちょっとマット仕上げにしてみました。鈍い光沢があります。
そしてこの靴はですね、ちょっとクラシックにあえてかかとは縫い割りドッグテールにします。もちろんシームレスヒールにもできるパターンなんですけど、この縫い割りに出せるなんていうかな、クラシックな雰囲気みたいなのが僕はあると思ってるんで、ちょっと今回この靴のデザインだったら縫い割りの方がいいんじゃないかっていうのをお勧めさせてもらって作りました。紹介をちょっとしてみました。今までももうすでに何足か納品させていただいてまして、フィッティングもねかなり満足いただいて、本当にね最後のこのフィッティングの瞬間ってすごい緊張するんですよ。木型作って、そして仮合わせで確認しているので、めちゃめちゃダメっていうことはないはずなんですけど、やっぱり手間をかけて思いを込めて作った革靴が最後足に収まるかどうか、履き心地がいいって喜んでもらえるかどうかっていうの結構最後までわからない部分ではあるので、最後のね納品の時は喜んでもらえるかなっていう楽しみと同時にちょっとでしたね緊張感もあります。でビスポークはね、足に合わせるだけじゃなくて、そのお客さんが欲しいものっていうのを聞いて、それだったらこういうデザインがいいんじゃないですか、それだったらこういう革がいいんじゃないですかみたいな、そういう話し合いも含めてビスポークシューズの面白さだと思いますので、今後キッシュツアーワークのビスポークシューズの注文をお考えの方はどんな革にしようか、どんなデザインにしようか、はたまたお任せにしようかみたいな、そういうのをちょっと想像して楽しみにしていただけたらと思います。この靴たちはまた完成したらインスタグラムにアップしますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではまた。